ネバネバ役ネバ We Promise 黒です。というわけで本日も始まりました約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。前回の動画の最後の方にですね、約束のネバーランドの面白さっていうのを海外の方にも知っていただきたいなと思っておりまして、僕の動画を外国語に字幕の翻訳ですね、してくださる方を募集したんですけれども、ありがたいことにコメントだったりとか DM をいただきまして、早速なんですけれども、前回あげたこちらイザベラについての動画ですね、こちらをですね、英語に翻訳していただきました。1から10巻ボックス、こちらですね、3名様に当たるということでプレゼント企画をさせていただいていたんですけれども、字幕をしてくださるとその動画の概要欄にも作成してくれた方の名前が載りますので、前回の動画を翻訳してくださったのはこちらの自由人さんが翻訳してくださいました。本当にありがとうございます。翻訳をできる方はですね、ぜひご協力していただければと思います。というわけで本日は何のお話をしていきますかというと、こちら約束のネバーランドの1巻一緒に伏線を読み解いていこうのコーナーでございます。前回ですね、この約束のネバーランドの1巻の1話に最終回の伏線が仕込まれているんじゃないかという動画を上げさせていただいたんですけれども、前回1話に伏線が仕込まれすぎてて動画の1本がですね1話で終わってしまったので、今回1巻の2話から一緒に読み解いていこうと思います。ということで第2話を見ていきたいと思うんですけども、第2話は出口というタイトルから始まりまして、ハウスの秘密を知ってしまった次の日の朝ですね、コニーが殺されているのを目の当たりにしてしまって、エマはハッという感じで悪夢と共に目覚めます。起こったことは夢じゃなく現実だった。そしてノーマンもエマもできる限り普段と変わらずに明るく振る舞う。そこで一つやらかしてしまったことが、門に行った時にこちらのリトルバーニーを可愛いよね置いてきてしまったんですね。置いてきたことで誰かが門へ来たっていうことがママに分かってしまったわけなんですね。誰かが門へ来たことは分かってしまったかもしれないけど、誰かまでは分からないからいつも通り振る舞おうっていうことですね。そして僕たちだけで見つけるんだ、ここから抜け出す方法をということで、この脱獄物語は始まっていくわけなんですけれども、そもそもハウスには日常に潜む糸というものがありまして、ハウスの格子窓はネジ穴が潰されていたり、管理された美味しい食事、ここでは餌と例えられています。そして汚れの目立つ白い服、規則正しい生活、これら全て子供たち、商品の品質を保つためにこれらは行われたわけでございます。でも毎日のテストはいい点取っても肉は美味しくならないよねって言ってるんですね。簡単に言うと、一体テストはなんで行われてるのかっていうことなんですよ。結論から言ってしまうと、このテストをやっていた意味っていうのは、より良い脳に育て上げるため。鬼は脳を好んで食べるので、優秀であれば優秀なほど上手くなるということですね。ここでエマとノーマンは毎日幸せだった日々は作られたものっていうことがわかるわけなんですよね。そうですよね。ママはたった一人の母親だったわけですよね。そのママがですね、今まで一度も顔にも出すことなく、表情一つ変えることなく子供たちを死へ導いていたのかということで、ノーマンですらも震えていた。そこでエマとノーマンはですね、ハウスの決まりである立ち入ってはいけない柵を越えていきました。そのグレイスフィールドハウスの作りとしては、ハウスが真ん中にあるとして、その先には門と呼ばれるそのコニーが出荷された場所っていうのがありまして、周りには森、そしてその周りには柵。でも二人はその先がどうなってるのかっていうのが気になって柵の外へ向かったわけですよね。そしたら柵の外には塀がありまして、ここ塀って言ってるんですよね。壁ではなくて塀。この塀の周りには見張りもいない、起伏や継ぎ目、そして表面はサラサラということで、つまりこの壁には登れないですよっていう諦めさせるっていうことなんですけれども、私やノーマンならロープ1本あれば登れると思う。そしてこの塀は越えられる。この塀をですね、登っていくんだろうなっていうのがわかるわけなんですけれども、その後の展開で子供たちが鬼ごっこをしていて、ナイラとマルクがいなくなってしまったと。そしたらママは大丈夫よと言って、はぐれてしまったですねナイラを連れ戻してくるんですよね。
ここでノーマンたちは早すぎる。ママはまるでナイラがどこにいるか分かっているみたいだった。そして回想シーンで、そういえば昔からママは私たちを見つけるのが得意だった。どこにいても見つけてしまう。そしてイザベラはちょこちょこ時計のようなものっていうのを見てるんですよね。なので、これが時計ではなくて発信機なのではないかっていうのがここから判明するわけなんですけれども、それをわざわざ昨晩門へ行ったであろう子供たちがいる中で、その発信機をわざわざ堂々と見せてくるところ、ここがママから子供たちにとっての宣戦布告なわけですよね。誰が門へ行ったのかわからないけれども、誰であろうと逃がさない。子供たちの行動は全て監視しているという感じで2話は終わるわけなんですけども、2話の伏線としては品質管理の中でなぜかテストがあるということ、そして子供たちにはどこかしらに発信機が仕込まれている可能性があるっていうのが分かるのがこちらの2話でございます。そしてそのまま続きまして第3話鉄の女。ここで初っ端から言ってるんですよね。イザベラは親でも同じ人間でもない。ママは鬼だ。ママが鬼だったらね、鬼ですよね。でこの第3話では年齢イコール肉のランクっていうことが判明しまして、鬼たちの会話でまた6歳波の出荷が続いている。そして出荷された兄弟たちはですね、6歳から12歳、ここで先ほどのテストをする理由っていうのが明かされまして、6歳以降ですね、テストスコアの低い順に収穫されていくっていうこともここでわかるので、先ほど2話で出てたですね、テストをする理由っていうのの回収がここでされてるわけですね。そして12歳になれば無条件に出荷される。これが俗に言う満期出荷。ここの6歳から12歳っていうのは果たして何の年齢なんだということなんですけども、これは脳の大きさ。人間の脳は6歳までに 90% 成長すると言われている。一説には12歳までに 100% とも脳が育っている期間ということですね。なのでここから奴らの狙い、鬼たちの狙いは人間の脳っていうことが判明するわけでございます。あとここで分かることとしては、発信機は見なければわからない。そして個人を特定できるものではないっていうことで、そんなにね、精度的に言うとかなり高いハイスペックなものではないっていうことがわかります。けれども直接脅しを子供たちにかけているっていうことですね。ここで発信機の存在が出てきたわけなんですけれども、実はですね、どこに発信機が仕込まれているのかっていうのが1話でも描かれております。13ページの1コマ目。結論から言ってしまうと、発信機は耳についてるわけでございます。そこをですね、この描写ではさりげなくママが耳に触っている。チェックしてますよね、ちゃんと。すごいよね。そしてこっからママは子供たちをですね、一人一人を探っていくかのように、エマがですね、この絵を見てる時のあのシーンだったりとか、ノーマンとエマにですね、あなたたち2人昨日門へ行ったっていう風にママは確認をしていってるわけなんですね。そして標的が2人ということも、まるで鉄壁、本当に鉄壁のイザベラ。そして3話の109ページの5コマ目、襟元を開けて生き残るのは私よっていう風に言っておりまして、ここでイザベラも首筋にマイナンバーがついているっていうことがわかるわけなんですよね。ここからイザベラもですね、同じように食用児だった可能性があるっていうのがここからわかるわけなんですね。僕も前に動画にしてるんですけども、この番号っていうのは逆から読むっていう法則がありまして、こんな風にまとめております。約束のネバーランドの4巻首筋のナンバーの法則のほぼ答えみたいなヒントが本巻本編のどこかにありますと、そちらの答えとなってるページですね。ページ数が51ページ。51ページのレイが過去の記憶を遡ってるシーンになるんですけれども、こちらの真ん中あたりのコマ、耳にバチンって発信機が付けられてる描写の隣、レイが81194っていう書いてあるボックスというかベッドみたいな仕切りがあるところに入れられてて、その隣にいる子供の番号に注目してください。91194ってなんと連番になっているわけでございます。そしてなんで逆から読む発想に至ったかと言いますと、こちらの次のページ52ページですかね、最後のコマを見ていただくと、レイが鏡に映った自分を見るシーンがあるんですけれども、首筋の番号がポイントになってます。こちらなんと鏡で反転して映っているので、このコマこそが白井先生が言っていたここじゃないかと。普通に左から読むのではなく反転させて読むっ
っていう考えに至りました。グレイスフィールドにいる子供たちに番号をつけて、これを並び替えると、綺麗に年齢順に番号がこう並んでいきます。この番号は、簡単に言うと、生まれてきた順番に付けられているのではないか、という風に考えられるわけなんですけれども、こちらの説は濃厚なんじゃないかなって思います。でもね、この年齢順に並び替えてみて、わかることっていうのがもう一つ実はありまして、なんと、8歳と2歳の子供が1人もいないんですね。見てくれたみんなありがとう。というわけで、ここからこの鏡越しに番号を見つめる描写っていうのも、鏡に映った数字が逆に描かれておりますので、このさりげない描写でさえも反対側から読むっていう法則のちょっとしたね、ヒントになってるかもしれない描写ということですね。これね、あんまり気にしてないもんね、普通に読んでたら。そんなポイントにさえもですね、白井先生、出水先生はですね、こういう風に伏線をね、仕込んでくるんですよね。面白いですよね、こういうのが分かってくると。はい。というわけで、お時間の関係上、4話以降はまた別の動画で一緒に読み進めていきたいなと思いますので、この1、2、3話の段階でも、ここまでね、いろいろ考えられる要素、伏線だったりとか描かれておりますので、ぜひぜひ、約束のネバーランド、気になってる方は、まずは1巻だけでもいいですし、脱獄編が描かれている1から5巻まででもいいので、ぜひ、約束のネバーランド読んでいただければと思います。普通に読むのももちろん面白いんですけれども、約束のネバーランドにはこういった細かな伏線がかなり仕込まれておりますので、一回読んでももちろん楽しめるんですけれども、何回読んでも新たな発見があったりとかですね、読み返すたびに面白くなるっていうのが約束のネバーランドの醍醐味かなと思っております。そしてそのより深掘りしたお話をお手伝いするのが僕の約束のネバーランド考察チャンネルでございます。なので、約束のネバーランドをですね、より楽しんで読んでいきたい方は、またこの一緒に読み解いていこうじゃないかシリーズ、ぜひ次の動画も見てください。ということで、僕のチャンネルでは、約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので、約束のネバーランドが大好きな皆様は、ぜひ他の動画も見てください。というわけで、約束のネバーランドファンの皆様は、高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。約ネバ最高。では、見てくれたみんなありがとう。チャンネル登録してね。Twitter とインスタもやってるよ。フォローしてね。また見に来てね。